皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。I need a バドンカドンク。はい、始まりましたお化けどういうお化け？でっかいお尻が大好きなお化け。ピンポンマジ単純。ちょっとねえ今動画見てる人しか分からなかったけどダニエルが焚き火にでっかい木を投げ入れました。いや、なんか足りてねえかなと思って。そのせいでむしろ火が小さくなりました。いや、なんか意味わかんねえいやいや、分かるやろ。でも急にね、なんやねんって話だけど、まだ山梨の古民家カフェハウスで、目利きさんでキャンプファイヤーじゃないわ、これ焚き火やね。焚き火をしながらポッドキャストを今回はお送りしたいと思います。最高。マジで最高やな。ちょっとこんな我々は最高に気持ちいいのをどう伝えていくかよ。I don't know。伝える気ないやん。見て。まあね、確かに。こう自然の中で話せるのってね、いいからね。さっきまで中入ってあったかいって言ってて、結局外出てくるんかーいって。最後はもう一回外出てちょっとね、伝わるか分かんないけど、若干雨もチラチラ降ってる気もするんですけどもit's perfect。 もう聞いてる人だけだったらもう、見た方がいいよ。今回はね、よかったら普段は耳だけでもいいですけどね。せっかくね、こんなあったかい場所で話しているんだから、寒いけどあったかい場所で話しているんだから、あったかい話をしようじゃないな。クマムシさんのやつ歌うあったかいんだからじゃない。はいコピーライト。大丈夫、音程ちょっと外しといたからだったら俺に歌えさせろよ。ほんまやクマムシさんこれだけで生きていけてんねやろうな。That's crazy。 すごいな。いや違いますよ。OK、 何話す？ファミリーよ。コールドか。ファミリーファミリー。いやなんかさ、ちょいちょい家の話とかしたやん。家の間取りの話みたいなどっかのエピソードでしてると思うねんけど、でアメリカって離婚多いよなみたいな話したりもしましたけど。お前の親も離婚してるやん。あんま言うなしてるけどお前んとこもやんけ。そうでもアメリカは当たり前。もう離婚してない方が、なんか何してんのなんかお前の人生はって、なんで同じ人とまだ我慢してんの？いい我慢してるわけじゃない。別に素敵なね、うちんとこも別に別に悲しいわけじゃないからね。離婚が悲しいわけでもないし、一緒にいることが悲しいわけでもないんで。Sure。せや。OK。シュヤがせやに聞こえたわ。いや、その家族のあり方ってさ、いろいろ聞きたいことがあって、アメリカなんかな、ドラマとかでさ、親と一緒に住んでたりするやん。No。たまにない？親と住んでる大人は、成功してない大人。そうなんや。実家暮らし、日本でいう実家暮らしみたいなもんなんかな。そうだから俺たちは大学生の時に、もう家一回出たら、戻らないの。でもさ、それこそ親のお世話とかしてたりせん？それは親の世話するから戻ってるだけ？そうなんや。とかよくあるあるが、家出て、戻ってきたら、もうお前はもう loser じゃんって成功できなかったから家戻ってきたんやって。そうがイメージなの。みんな家出るん？いやみんな出てるよ。どうなんやろな。日本人なんかファミリーがなんか強いというか、ファミリーそこまでじゃない。もっとちょっとお隣の国とかの方がファミリーは強いねんけど、ワイルドスピードの、ドミニク・トレドよりファミリー好きだもん日本人。ドミニク・トリド
トレド。ちょっとわからんかった。知らねえ。私だから言ってるやん、見てないねんて。ワイルドスピード？ちゃんとワイルドスピードって言ってくれんねや。そう、合わせたんだよ。ありがとうね。Need for Speed って言ったらもっとわからないから。フューリアスだっけなんか。Fast and Furious？ フューリアスやる。いや、ドミニク・トレドって坊主のマッスルカーのやつが、いつもコロナ飲んでみんなの前でファミリアっていうの。そのファミリーでもあれやろ、ちょっとどっちかっていうと組織的なファミリーじゃないの？あ、そうだよ。だからアメリカはその血のつながってるファミリー。どっちの話してた？俺は選ぶファミリーの話してた。なんかちょっと逆に深い感じがしたけど、普通のファミリーです。もう家族、血のつながりというか。選べられないファミリー、ね。選べられない方。俺は選ぶファミリーの話してた。ギャングやん。ポーズすんな。わからんけど。ちょっと火くべるね。OK。寒いから。But yeah, 日本人ってよく、3 generations が同じ家に住んでるのってすげえと思う。それ普通じゃない？やっぱアメリカは。No。3世代ね。じゃあ、おじいちゃん、おばあちゃん、の、お父さん、お母さん、自分みたいなことやな。おじいちゃん、そうか、でもあんま、グランマーってでも言ってんのは家に行ったりしてるだけか。アメリカのそういう、ドラマ、珍しいよ。本当にみんな一緒にでかい家で住んで、お前たちが見てんのが、金持ってる白人のドラマだけ。基本さ、なんか、せやねんな、ゴシップがあるとかやもんな、私ほんまに知識。いやでも逆に金めっちゃ持ってない人たちは、家族と住むから、なんかどっちだろうな。でも基本的には家出ていくんやんな。その大学生になるときやろ。できるだけ家出ていく。その大学生イコール家出る。それは当たり前なんやな。Yeah, it's time. そのあるあるが、もう家出なさい。そういう時のお金とかってどうすんの？自分で貯めてんの？いや、自分でなんとかする。金持ちファミリーは分かんないけど、もう仕事する。You know what I'm saying？なんかでも、そうなんやな。分からん。私はさ、実家から通える大学に行ったから、全然家で住んでてん。I see。全然別に住んでたけど、家族あれやから。その時からその時からもうおらんから、私 お兄ちゃんとかと住んでた気がするけどな。アメリカってちょっと日本と違って広いの。だから大学生行くってよくどっちになんか絶対出なあかんねや。絶対その確率の方が高いの。なんかそうやな。うちらがさ、じゃ例えば私が大阪から兵庫の大学に通ったみたいな感覚で、アリゾナから隣の州どこ？カリフォルニアとかに通ったとかはないん？通えるような距離じゃないと。だったら住む。絶対に引っ越す。もう出る家。じゃあもしアリゾナ、あなたの家がたまたま大学のほんますぐ近くにある。だったとしても出る。いやだったら家おるな。やっぱそれはあるよな。だけど例えばさ、弟は同じ実家と一番近い大学、アリゾナステートユニバーシティ ASU 行ったんだけど、めっちゃはっきり弟の場所分かったけど、パーティースクールだけど、やっぱ友達と家借りて家出るわ。シェアハウスな。近いのにやっぱ$200ぐらい毎月ちょっとバイトで頑張ってさ、家出た方が。待って、家おるなんかな。家賃安い可能性ないこれ。いや多分俺たちは人と住んで家借りるのが簡単なの。大学生の周りってそういう家ばっかり。ほんでそれが広いやろ。広い。もちろんアメリカだよ。これ別に日本人頭で一回忘れて。だから住まれへんのかも日本人で。じゃあ友達と住もうって言ったってさ、結局狭い家やからさ。すっごい鼻で笑ったとこいつ。ちゃんと鼻で笑ったで。ほらもう冷えて消えてきた。そう、俺全然金持ちじゃなかったし、安い場所住んで、なんかトイレ2つあったし、
いやそれやって多分それもあるかもしれんで。別に日本人が自立してないだけじゃないかもしれん。広さもあると思う。Yeah, but I don't know. But いやこれさちょっと家族の話、一応家族あんねんけどさ、親の面倒を見るってさ、そっち当たり前？それともナーシングケア？なんかさ、私何やったっけな、like a nursing home? そうナーシングホームに入るのが当たり前。どっちが普通？ nursing home が普通。なんでやろ？ nursing home って言っても別に何もおかしくない。なんかそういう人なとかじゃなくて、ってお金があるから。自分が忙しいからナーシングホームにいる。それはお金がなくても入れる？ナーシングホームによる。めっちゃゲットの安いやつらもあるしあれもどんな暮らしさせられてんのやろ。ケアもなんかなんかおむつを変えてあげるんじゃなくて、おむつを顔になんかパッて投げるの。できひんからそこにおんねん。頑張れ。いや頑張れじゃないや。倒れたらボタン押したら、なんとなく彼氏との電話終わったらなんか行くよみたいな例で働いてるみたいな片手間に。安い場所はやっぱランクがあんねんな。Yeah. その親の同居一緒に住むとかさ、3世代住むとか、そういうなんていうの、考え方の違いもあるんかなってちょっと思ったのよ。But 例えばさ、なんかこれはちょっとレアケースだけど、例えば俺、17歳の時に、俺の家族はコネチカット州ニューヨークの方に住んでるの、で17歳の時にアメリカのおばあちゃんがアリゾナに住んでるけど、ちょっと体調が悪い、だから俺一人、普通大学生入った時から18歳の時から家出るんだけど、俺17歳で家出ておばあちゃんの面倒見に行って一緒に住んだの。学校は？そう、あっちの4年生の時、学校の1年の半分ぐらいは全く新しいアリゾナの全く新しい高校生入った。ちょっとおばあちゃんのために転校したん？ Yeah. 優しい。Yeah. すごない？どんだけ女の子を抱けれたと思う、その理由で。おいおいおい騙されてるやつら名乗り上げろ。ちょっと雨。黙りって言ってるわ。火が消える。Oh shit! Hold on. ファイヤー。ファイヤー来てくれた。ちょっとすみません。ファイヤーって言ったら消防車来るやん。その消されるやん。違う、ファイヤーは火を足してくれる。ナイス。ファイヤー。ちょっと入れた。OK、ナイス。すみません。ちょっとね、やっぱ外で撮らせてもらってるもので。See、MEKIKI山梨すごい。ゆきが英語でファイヤーって言うだけで誰が手伝ってくるの？いや、そんなことないですからね。いや、本当に至れり尽くせりな場所ではあるけど、普段そうとは限らないから。I see。ごめんなさい。ありがとうございます。Thank you。すいません。ちょっともしかしたら後ろ姿映るかもしれない。Yeah。いいですね、あったかい。そうか。あんた優しいな。Thank you。で、めっちゃ、俺おばあちゃん大好きなの。私も。はい。Butアメリカのおばあちゃん大好き、日本のおばあちゃんも大好き。俺、おばあちゃん派、それは別に私はおじいちゃん派みたいな派閥はないよ。ないけど。おばあちゃんはアメリカの面倒しに行ってる時に、これちょっと内緒だけど、もう大丈夫。時効の話？ Yeah、その時に、絶対にもうビール飲んだらアルコールなし。あかんって言われてたんや、おじさんに。で、おばあちゃんと2人だけずっとなんかフィニックスサンズのバスケ見たり、もうチルずっとしてて、おばあちゃんなんか、いや、飯行こう。で、俺が運転しないとダメなの。はい。おばあちゃん運転できんねや。したかって言われる。もう歩くのも、歩行器ね。ギリできない。できない。で、おばあちゃんが、ビール頼むの。ほんで、よって。Of course。そりゃそうやんな。Hell yeah。おばあちゃん、ファンキーやな。she's yo、もうすぐ、でも、これナーシングホームに入ったの、おばあちゃんは。あとそのプラスで、俺もナーシングホームに入ったの、一緒に。だから俺めっちゃ、住めたん？そう、なんかの特別で、親たちが、なんかもう国の、
もうあっち側だから、うん、俺だけそのナーシングホームめっちゃ古い人ばっかりで、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちのこと古い人って言わないで。で若い子俺だけがおったから、うん、おばあちゃんもめっちゃかっこよかったの。ランチとかみんないる場所、俺だけ孫が like yeah おばあちゃんここに置いてみんな like いいな I'm like yeah でおばあちゃんがおばあちゃんなんかビール飲みに行こうぜ。She's like yeah で like そんなイエーイっていかへんやろ。yeah 俺ちょっと like あ、そう。yeah やってそれすごいな。一緒に住ましてくれるのすごいな。Oh yeah うん、そこもびっくりしてる。でも俺のおむつは書いてくれなかった。そりゃそうやろ。お前おむつやった方が大変やろ。でも一回おばあちゃんが寝てる時に、うん、俺が、うん、でかいうんこしすぎてどこでトイレで、うん、で詰まらしたの。おばあちゃんのトイレをで俺電話して、うん、そのヘルプしてきて、うん、俺おばあちゃんが詰まらしたってあっちのせいにしたの。おいおいヘルパーさんまあ立派なうんこってなって、そううんこ褒めてたの。なんか元気、まだおばあちゃん元気だね。I'm like yeah おばあちゃんスーパー元気。お前それでおばあちゃんちょっと下痢とかやったってめちゃくちゃかわいそうやん。なあお腹痛いのにさ立派やから健康やわ言われてほんで恥ずかしい目して立派なうんこですねって。いや絶対見てねえからこれ。おばあちゃんはなナーシングホームのキャスター。はいはいはい確かにな見てないしまたうんこの話してうちら、yeah. 大好き、うんこの話。あでも偉いというかな、ちゃんとそのお父さんお母さんがやるんじゃなくてあなたが世話しててんな。yeah ちょっと俺も全然行きたかったけど、ちょっと頼まれたのもちょっとあったな。まあその お父さんも忙しいお母さんも忙しい、yeah. 弟もまだママが面倒しないと親父は仕事でだからちょうど誰ってなった時に行くよって。でもさちょっとだけ偉いって言ったけどなんで取り消すの？ちゃうね。Oh look at that ありがとう。じゃあせっかくだから使おう。うんその偉いって言ったけどな、これ結構シリアスな問題というか、でかいはちょっとそっちの方がシリアス。俺消えます。このぐらいでかいうんこだった。じゃあもうおばあちゃんかわいそすぎる。まあ元気だおばあちゃんって、ね、パトリシアが言ってた。おばあちゃんまあ元気って言ったけど違う意味で心配したと思う。うん、入れないでそれはねえ。Why？ 消えるって火。OK ちょっと待って。ほんまさやっぱ今ちょっとねダニエルが火をくべてるんですけど、yeah. でっかいやつを入れようとすんのよね男の子ってな。That's what she said このやめやそのジョークうちらの遊びのThat's what she said ジョークってねうちら好きやねんなまあそれは調べてyeah. 今のはいやなんか男の子ってさ繊細じゃないよねっていうのを言いたかったん。多分伝わった。あそう何言おうとしてんだっけ。そうシリアスやなって言ったのが、うん、今優しいねって言ってそれはほんまに優しいなと思ったんやけど、その間さダニエルが本来過ごすはずやった学生生活っていうのができてないやん。yeah. これが日本でも今ちょっと問題になってんねやんか。ヤングケアラーって言われて結構シリアスな話が別にこのコメディのポッドキャストでするような話じゃないかもしれないけど、英語使うんだともうちょいかっこよくしてほしかったな。ヤングケアラーってほんまに言うねん。そう言うたらさ介護ってまあそれ介護やん。だいたい50とか60ぐらいの人がするやん本来はね。だけどそれを、学生の子たちがしなきゃいけないようになって、それを政府が要するに手が助けれてないみたいな。で本来なら学生を本業として勉強とかせなあかんところをそっちのケアで進学が大学に進めないとか、そういうのが問題になってんねん。そうだからまあ偉いねって言ったけどあんま褒めすぎてもいけないことなんやなってちょっと思った。I see 転校したくなかった。まあダニエルはなそれで女口説いてたらええかそれはちょっとyeah you know what I'm saying 今のじゃヤングケアラーたちもそれを使って後に口説けよと。そう内緒にしたらダメ。こういうなんか武器は全部使った方がいい女を落とすためによくないよ。俺もう芸名ダニエル USA から、ダニエルヤングケーラーに変えようかな。政府が手差し伸べちゃうもうそんなヤングじゃないし
ねえ今痛いよ。私あなたを指してる指は私も痛いから。Yeah, I know. そうまあそうか。でも家族戻ってくるけど、Yeah. 家族は結構大切にする国ではあるやろ。Yeah. For sure. なんかそのさ、一回ちょっとあれやけど、私が一緒に仕事してる時にさ、ちょっとお父さん倒れたみたいな話やった時に、その仕事の仲間たちが、私その一回大阪帰らなあかんみたいな時に、もうファミリーファーストって言って、みんな返してくれてさ、なんかめっちゃそっちでなんか泣きそうになったっていうか、みんな最後ハグしてくれてさ、大丈夫絶対大丈夫だから、初めて会った外国人みんななんかそういう国やんな。Yeah. でその Family First でもフレーズあるし、俺たち。それほんまにそういうフレーズなんや。Yeah, Family First。みんな言う。何でも、だから、仕事とか、何でも休みたいときは、just なんか、family 誰か倒れた。で、何も言い訳なし、みんな、Family First 言うから、なんか休みたいときは嘘ついて、それ使うのが一番ベスト、海外行くとき。お前んちはいっぱい死んでるやろうな。